今日は枕目の動画をお届けしたいと思います。DIY 動画ということでかなりね、久々になるんですけれども、今日は作品をお届けするわけではなくて、四つ編み紐の編み方ということですね。作り方動画ということでね、お届けしたいと思います。で、四つ編み紐に関しては過去に1回だけね、かなり昔になるんですけども、上げたことがあったんですが、その動画に対してコメントがね、先日ありまして、もっと手元の部分をしっかり見せてくれませんかということですよね。編んでるところ、どういう手の動きをしてるのかっていうのを見せてほしいということだったんで、今日はそれにお答えする形で、しっかりとね、手元の部分をお見せしながら作っていきたいと思いますので、初めての方はもちろんなんですけれども、なかなかね、上手に四つ編みが編めないんだよねという方はね、ぜひ参考にしていただければいいと思います。で、この四つ編み紐というのはもちろん4本が編むんで、三つ編みよりもしっかりしてますし、よれにくいしということでね、ネックレスの紐としてだけでなく、いろいろなね、場面で活用できると思いますので、ぜひね、不安の方はこの動画を見てね、しっかりと覚えていただければいいと思います。それではね、ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。今日はこの4色を用意してみました。濃いブルーですよね。そして蛍光のオレンジ、濃いグリーン、そして蛍光の黄色ということで、個性が強いね、分かりやすくするためにこの4色で今日はやってみたいと思います。そして紐の太さは 0.75 ですよね。そして紐を4つ用意していただくんですが、長さなんですけども、ネックレスの紐として使う場合、だいたい80センチぐらいあると首からねスッとかけれますので、80センチの紐を編む場合はだいたい100センチから120、30センチ、130センチぐらいあればね、十分余裕を持って作れると思うんですよね。そして端の部分なんですが、例えば装飾をしたりであるとかね、いろんなやり方があると思うんですね。ネックレスの場合はね、こういう風にダブルにしたりであるとか、またこういう風にシングルをしたりであるとか、そのね、最後の装飾の仕方というか、どういう処理の仕方をするかによって紐の長さというのは変わってくるんですが、大体普通簡単にネックレスの紐として使う場合は80センチあれば十分ですから、紐の長さは120から130ぐらいあれば十分じゃないのかなと思います。そしてこの4本用意していただいた紐を、例えば僕の場合なんですが、端を全部まとめてこんな風にね、少し団子結びみたいなのを作っていただきます。後でね、これはここで切るんですけれども、こういう風に団子結びをしていただいて、そしてバインダーなどにここのね、作っていただいた団子結びのところをこういう風にねかけていただくと、引っ張ってもなかなかね取れにくいですから、そういう形にしていただいてもいいんだけども、僕の場合は結構ねギュッと四つ編みの場合は締めてやりますので、これではね抜けてしまったりであるとか、こういう風にね動いてしまったりしますので、やはりね何かしっかりしたものにこうね結びつけていただくというやり方をしていただいた方がいいんじゃないのかなと思うんですね。今日は作り方ということですので、あえてねそこまでギュッ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 する必要もないですから、今日はバインダーにね留めて、こういう形でねクリップで留めていただいて、これでねやっていきたいと思います。それではまず紐を4本ね分けていただいて、こういう風にね4本分けていただきますね。この並びが結構重要ですからね、4本並べていただく。そして僕の場合はこれをね、こういう風に持つかな、こんな風に持ってね、で一番右の紐からですよね。右の紐を下からねこう2本持ってきて、そしてここでね僕は折り返すっていうんですか、折り返してここで握っていただくね。そしてまたこの2本を持ってこうねちょっとほどいていただくというかね、下が絡まりますからほどいていただいて、そしてまたこの辺の2本を持って上にキュッと詰めていただくということですよね。こんな形、ゆっくりいきますけどね。今日は次は一番左ですよね、黄色の紐。これを僕はねこんな風にこういう感じで手を持ってきてます。そしてまた上に上げるね。次右ですよね、一番右。手の動きということですからね、これで分かりますかね。一番右ね、これをねこういう風に僕はこれを
こんな風にして、そしてここで取るかな、で上げる。わかりますかね。次左ね、オレンジの紐ですよね。これをこう持ってて、僕はこう持ってますよね。こう持ってて、ここで人差し指を入れて、こんな風にして、ここで抜いてきて上に入れる。ややこしいですよね、これね。なかなか言葉で説明するのが難しいですけどね、これね。次右ですよね。ゆっくりいきたいですよね。一番右の紐、この右の紐を、こういうふうに僕は人差し指でここに持ってくるかな。そして左の人差し指でかけて上に持ってきて、ここで抜いてくるね。そしてまた2本と2本を持って上にクッと詰めるということですよね。これ何回か編んでると下が必ず絡まってきますから、その都度ね、下の絡まりは取っていただいた方がいいですよね。そしてまた上にクッと上げて、今度は左ですよね。この紐を僕の場合はここに入れるかな。人差し指をね、人差し指を入れて、そしてここで抜いてくる。そしてこれを上に持ってきて、上にギュッという感じですね。次右でしたよね。右の紐を、これをこう持ってて、右の紐ですよね。右の紐を右の人差し指で下から2本くぐらすということですね。くぐらして上にも左の人差し指で持ってきて、こう抜いてくるね。左のね、今度紐ですよね。これをこう持ってきて上に抜いてくる。ゆっくりいきましょうか。こんな感じ。こうですよね。そして右の紐、これをこうしてこう持ってきて、こうですね。で絡まりますから下をほどくんですが、この時もね、この順番並びが大事ですから、ほどく時も必ずこうね、4本を並べて下をほどいていただいた方がいいですよね。次左ですよね。左の紐をこんな感じね、ギュッと。次右ですよね。右の紐を下からこんな感じ。これを早くすると、早くというかね、普通にやるとこんな感じになるんですよね。なんとなく分かっていただけますかね、これでね。こんな風にこうなると、ここで平面的にもう一度ね、ゆっくりと四つ編みというのはどういう編み方なのかというのは手元を無視してね、お伝えしてみたいと思いますけども、一番右の紐ありますよね。この紐ね、これを下から2本くぐらします。1本2本下からくぐらしましたよね。そしたら上から1本この間に入れます。上から戻すということですよね。そして上にクッと詰めていただく。今度は一番左の紐ですよね。左の紐を下から2本くぐらします。そして上から1本戻します。そしてこのまま上に詰めてあげる、これの繰り返しなんですよね。次一番右の紐ですよね。下から2本くぐらしますね。そして上から1本戻します。そして上にグッと詰めてあげるね。一番左の紐を下から2本ね。そして上から1本戻してあげて上にグッと詰めてあげるね。ゆっくりいきますよ。一番右の紐、これを下から2本くぐらします。そして上から1本だけこの間に戻してきます。そして2本と2本を必ずね、この辺を持っていただいて上にクッと詰めていってあげるね。今度は左の紐、
下から2本くぐらします。そして上から1本戻します。間に入れるってことですよね。そしてまた2本と2本を持って上に詰めてあげる。今度は右の紐ですよね。下から2本ね、こういう風に2本くぐらしてあげて、今度はこの間上から1本戻してあげます。こういう風に。そして2本と2本を持って上に詰めてあげるね。でこの時に必ず下が絡まってきますからね、この4本の並びを変えないようにしっかりとね握っていただいて、下をほどいていただいたらいいと思います。必ず絡まってきますね。次は左ですよね。一番左の紐ね、下から2本ね。これなんで持ち上げてるかというと、下からねくぐらしますから、上に2本を上げてあげて、下からこうなってますから2本くぐらせて間に1本戻すということですよね。この間にね。そして2本と2本を持ってまた上に詰めてあげるね。今度は一番右の紐、下から2本くぐらせて上から1本戻すということですよね。そして2本と2本を持って上に上げてあげる、これですよね。これの繰り返し。これを手元を見せるとどうなってるかというと、今度はね平面的じゃなくて上に浮かせてますから、一番右の紐ですよね。これを下から2本くぐらせて上に1本戻す。あやとりみたいな感じになってますよね。ここ手がねこうなって、一番今度左ですよね。左を下から2本くぐらせて上に1本間に戻して2本と2本を持って上に詰めてあげるね。今度一番右の紐ね、ここはね短くこの辺を持つのか下の方を持つのかね、これは自由なんですけど、僕は結構ね上の方を持ってるかもわかんないんですよね。一番右の紐、下から2本くぐらせて上に1本戻すね、ぐっと詰める。今度左の紐、下から2本くぐらせて上に1本戻す。こんな感じですよね。結構時間かかりますけどね、80センチを編もうと思うとね、初めは1時間以上かかっちゃうと思うんですけども、ゆっくりとね進めていただけたらいいんじゃないのかなと思います。一番右ね、下から2本くぐらせて上から戻して2本と2本で詰めてあげるね。今度右の紐、下から2本くぐらせて上に1本戻してこういうふうに詰める。だいたいどうですかね、お分かりいただけますかね。右の紐ね、下から2本くぐらせて上に1本戻して詰めるね。一番左の紐、下から2本いって上に1本戻してキュッと詰めてあげるね。これの繰り返しですよね。延々これをずーっと繰り返していただくと80センチぐらいの紐が出来上がるよということですよね。下から2本、そして上から戻して詰めるね。下から2本いって上に1本戻して詰めるね。こんな感じで実際にやるときにはね、今結構バインダーがねこのコルクボードがくる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 動いてしまうと思いますから、何かね動かないものにしっかりとね固定していただいてグッググッグ詰めていただいた方がねもっとしっかり編めますけどね。こんな風に右ですよね。右の紐、下から2本ねいって上から戻して詰めるね。左の紐ですよね。次ね、下から2本いって上から1本戻して詰める。こんな感じですよね。これをずっとやっていただいたらいいんじゃないのかなと思いますよね。これを普通にねやっていくとこんな感じでギュッとギュッと、慣れてくるとねもう手元見ずともね、何かね映画なんか見ながらでもねもうずっとできるようにはなってきますよね。慣れてくるとね、こうずっと見てるとねもう嫌になってきますからね。1時間ぐらいかかっちゃいますからね。そういう感じでね編んでいただけたらいいんじゃないのかなと思います。そして例えばなんですけども、今こう編んできたんですが、これね後で見ていただいた時に綺麗にね間違えずに編んでる時っていうのは編み目がねこんな感じで綺麗に揃ってると思うんですけども、先ほどねちょっと右左やってる時にこの辺がね
網目が少しおかしいんですよね。こうなってくるとこの辺は飛んでしまったのかなっていうね、右左を間違えたのかなっていうのはねすぐねご自身でも分かると思うんですが、ただね自分でつける場合はもうこの辺は愛嬌ですからね、そんなにね神経質にならなくてもねいいんじゃないのかなと思ったりもしますよね。こんな感じでやっていただけたらいいんじゃないのかなと思います。もう一回ねやってみたいですよね。ゆっくりとねやってみましょう。必ずこういう風にね絡まってきますからね。もう一回ねやってみましょう。次右ですよね。右の紐ね、この紐を下から2本ね、そして戻してグッと詰める。ほとんど人差し指を使ってるのかもわかんないですよね。こんな風にね、そして詰める。右の紐をね、こんな風に人差し指で持っていってますもんね。僕ねこういう風にね持っていって、これをかけてここで取るっていうことですよね。こんな風にやってますね。これも人差し指でね、こんな風に取って上に上げると、そんな感じでやっていただけたらいいんじゃないのかなと思います。覚えてしまうとね簡単なんですけども、少しね時間がかかるしややこしい編み方だとは思いますので、マスターするまではね何本かチャレンジしていただけたらいいんじゃないのかなと思います。右の紐ですよね。下からね2本いって上に1本ですね。こんな感じで右の紐を下からね人差し指で持ってきて、間を通して人差し指で取ってこれを迎えに行くっていうことですよね。こんな感じ。こちらは人差し指というよりも僕はこのまま持っていってますよね。こう持っていってますね。これをねこう持っていってここから取ってますよね。こんな風にね。右と左がねちょっと違うのかもわかんないですね。僕ね右の場合は人差し指でこういう風に持っていって人差し指で取って送ってこうしてますよね。左の場合は全体をこういう風に持っていってこっちで受けてこう持っていってますね。その辺はねもう好きにやっていただいたらいいと思いますよね。どういう形で持っていこうがね、紐のその順番ね、一番右の紐を下から2本いって上から1本戻すというだけですから、手の運びというのはねもうご自身で一番いいようにねやりやすいようにやっていただけたらねいいんじゃないのかなと思います。こんな感じでね、こんな感じでやっていただけたらいいんじゃないのかなと思います。今回はね四つ編み紐の編み方ということで少しだけお伝えしてみました。覚えるまでね少しねややこしく感じてしまうかもわからないですし、時間がかかると思います。そして初めのうちはね必ずね飛んでしまうというか、右と左が間違えてねぐちゃぐちゃっとなってしまったりだとか緩かったりとかね、いろいろすると思うんですけども、慣れていただければ難しい編み方ではないですけども、慣れるまでに時間はかかってしまうと思いますから、何本かね編んでしっかり練習していただけたらね十分ねネックレスの紐としてね使っていただけると思います。こんな感じでねネックレスの紐としてね使っていただけますのでね、ぜひ頑張ってやってみてくださいということで終わりにしたいと思います。次はね作品作りまたねお届けしてみたいと思います。ありがとうございました。